ぎそです。おはようございます。おはようございます。定例の土曜日のライブ配信を始めたいと思います。12月23日土曜日、もうあと1週間ということでございます。今日はですね、人物、を書いてみようかなと思っております。質問がある方は遠慮なく質問は星印をつけてピュッと音声入ってますよね。マイクの、あれも言っていると、接続状態は非常に良。ボンド羊さん、伊藤明さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。ちょっと今日人物を書いてみようと思います。で、スウェーデンから送られてきたですね、写真を元に描くんですが、聞こえないデーブ聞こえてますか鬼公表を見てました。あゆうさんもこんばんは。そちらの時間何時ですか？大丈夫ですか？音入ってるよかったけど、よしよし。で、送られてきた写真、実は一通りも動画を撮って、まだ編集終わってないのもあるんですけど、何名 ?7 名か8名、いろんなパターンを書きました。で、この方だけ残っていたんですけど、この方はやっぱり難しいんですよ。この方。でね、この方。なんでかというと、光が意外とこう、どこから来てるかって、こちらから来てはいるんですけど、光の設定もそうなんですけど、ちょっとこう陰影が弱いんですよね。で、こういう場合、じゃあどうやって書くかっていうことをちょっと今日お伝えできたらなというふうに思います。非常に難しいのでですね、これ、書くの、デッサンとかにしても油絵にしても難しいです。一番難しいです。で、やっぱりこう平面的に、見える感じなんで、まずいつも言ってるような骨をこう意識するということが大事ですよね。で、頭蓋骨があって、この辺にこういう風に面があるんですよ。この辺に面があるんですよ。でね、頭蓋骨のこう、目のところのあれがあって、で、こういうこう面の意識みたいなのを、で、ここへこんでるね。へこんでるとか、こう面の意識がどこまでできるか、で、これ、光がやっぱりね、ある程度、あれになってるので、わかりにくいので、これは結構意図的に作らんと、難しいぞということで、すみません、この方、嫌ってたわけじゃないんですよ。全体的に写真が全部が、光が難しかったので、皆さんに今日はちょっとデッサンで、わかるように、ごめんなさいね、この人マスクをこう書かれたみたいになってしまいましたね。こういうような意識で描いてあげるということを、してあげてくださいねということですね。こういう意識で、面で、光、強い光はここ、やっぱりこちらの方からもこちらの方からも、いろんな方向から光来てる感じするんですね。室内光で。で、やっぱりこれが一番強いという光をある程度設定してあげて、こちらからの光は少し弱めに設定してあげると。ウィズアルファさんも J 渡辺さんも伊藤千恵さんも元気してますよ。お兄ちゃんたちも風邪も治りました。年末に向けて。ちえさんの、ありがとうございました。めっちゃ、ね、お面とかめっちゃ喜んでました。だいぶ前にいただいてたんですけど、いつ撮ろうかみたいな話をしてまして。で、書き出しは、3P ぐらい。で、ちょっと今日ね、濃厚に、いつもちょっとデッサンね、ライブ配信、おじけづいてるような感じで書いてるので、1時間半以内で終わりたいなと思います。11時ぐらいまでには終わりたいなと思っております。なんでかというと、たこ焼きを作りたいと言い出して、なぜかですね、お兄ちゃんがたこ焼きを作りたいということを言い出したので、たこ焼きは私の担当ですので、11時ぐらいから作り出そうかなと。この造形的にはね、でも本当はありがとうございました。ひなさんね、もう同僚の方、本当皆さんありがとうございました。もう感謝でございます。暗さどうかな。色味的にはこれぐらいなんですけどね、ちょっと今日光を、こっち側からの光消してます。ちょっと影が強く落ちるので、よいしょ、ちょっと今日ダイナミックに少し書いていけたらなと思います。鳥やめさんもおはよう、音声入ってますと、ありがとうございます。
ね、あとありがとうございました。皆さんにメンバーの、あれですね、スペシャルサポーターの皆さん、本当ありがとうございました。いや、もう、なんだかんだって言ってね、YouTube というかね、動画を作るっていうのは、意外とお金かかる部分はかかるんですよね。で、こうやって作画動画に関しても、作っていったりとか、で、皆さんのあれがあってですね、成り立っているチャンネルでございます。本当、サンキューベリーマッチ。2023年もありがとうございました。24年もよろしくお願いいたします。今年はなんかこうですね、個展もあって、去年も個展あって、来年も個展あるんですけど、特に大きめの個展ですね、去年今年とありまして、なんかバタバタと過ごしたけど、充実した1年になりました。やりたいことをある程度できたのでですね、もう本当にやりたいことを、できたというのが一番大きいですね。なんか2月ぐらいから奄美大島に行ったりですね。スマイリーひろみさんもおはようございます。伊藤千恵さんもね、ギャラリーバイオレットさんおはようございます。ギャラリーバイオレットさんになんか質問されて質問返した記憶あるけど、あんなでよかったですか？なんか質問された記憶がで特に何も返事なかったですけど、あれでよかったですかね。何やったっけな、何の質問やったかな、なんかこの辺で教えてますよみたいななんかをはっつけたような記憶があるんですけどライトの件やったかな、ライトの件かな。ここで使ってるのはここはうわ、映らん、ギリギリ映らんギリギリ映らん、こっちか。こんなライト、ここはクリップライトみたいな、ここはパソコンで仕事をするあれなんで、お兄ちゃん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 おいで、お兄ちゃんおいでデザートとかコーラとかもちえちゃんに入っていいよ、トックもちえちゃんにありがとうって言う、いいちゃんと。はい、おいで。いつもありがとうって。ちえちゃん。何持ってんのあんたたち。あーじゃないよ。うわパパやるわ。お菓子をこぼしました。2階で遊ぶの？ 2 階で遊ぶの？何これ？ 2 階集まりしてる。はい、じゃあバイバイ。ちゃんと閉めてあげて、すみません、2階にお菓子を持ってきて遊ぼうとしております。はい、すみませんでした。3B ですね。トーくん来る？トーくんすごいね。ちょおいで。ちょっとだけおーいって、まだパジャマでーすおーいって、ちえちゃんって言ってみ。ちえちゃんやだちえちゃんってやだはい、ママとか言ったりで。やだ、すごいお菓子。やだじゃないよ、ちょっと言ってきて。ちえちゃんにもらったお弁当箱をなぜか2階に持ってきました。気をつけてね、トークもね。だそうですよ。夏伊藤さんもおはようございます。後ろでお菓子をこぼして若干落ち込んでる兄と、鉛筆の腹で書いていきます。腹でね。で、先ほど言ったような構造がですね、この辺りに面があったり、この辺りで、それがやっぱりなかなか見えないしね。よいしょね。皆さん本当に24年はいかがだったですか？もうね、23年か先ほど先生ご指導を拝見しましたと、ありがとうございました。大丈夫ですかね。なんか結構ね、質問されて返事がないと俺意外と手間やったりするんでですね、返事返すのね。こういうライブ配信で質問される分にはめっちゃ楽なんですよ。口で答えるだけやから。文字打つのとかね、動画探すのとかめんどくさいんですよ横着ですみません。けいこさんもおはようございますと。
菓子なくなったあんちゃん。そこ置いといておいで、ちょっと。おんちゃんちょっとおいで。はい、おいで。お菓子置いといていいから。おいで。はい、ちゃんとちえちゃんにありがとうって言わんと。ありがとう。こっち。なんで着替えてないの？まだパジャマです。メリークリスマスって。おーいって。おーいって。おーい。ママが着替えてって言っても着替えてくれないと。そう、着替えてよ。早く着替えてよ。ママ。じゃあね、バイバイって。はい。バイバイ。はい。じゃあ、うんちゃん持ってって。さあ、集中して書きましょう。まあね、私の YouTube はもうこんなんですよ、もうね。皆さんも慣れましたか？自由です。おんちゃん、そう、閉めといて、そこ。おんちゃん、閉めといて。でも手がないから。イカ置いて、手がないから閉めれないとかね。なんか変なこと言いますわね。3B。もうちょっと濃いのでいきましょうね。4B ぐらいで次は行きましょうか。4B。ステッドラーの 4B。まあなんかこうですね、ちょっとザクッとこう書きたいなと思って、いつも若干こう躊躇しているところがあるので、今日はザクザクといきます。あっちゃんありがとうと。ね、皆さん本当に。なんか、ちょっとお正月前、動画がすごいこう、もうなんかですね、個展の前とかにやっぱりですね、油絵をずーっと描いてたら、やっぱりそれはそれでストレスやったんか、めちゃくちゃ動画を作ってましてやっぱり作るの楽しくて、動画作るの楽しくて、ものすごい取りだめ、撮りまして、あと、今編集中の合わせと7本ぐらいあるんですけど、ちょっとそこがね、僕の変なとこですよね。またお正月までちょっと皆さんね、お正月含め、なんか楽しい動画を上げていけたらなというふうに思っておりますけど、ライブ配信も楽しいんで、またライブ配信もなんかね、お正月前後も1回か2回かできたらなというふうに思ってますけど、どんなもんなんですかね。夜とかがやっぱいいんですかね。夜はね、我が家ね、もうね、本当にもう、お兄ちゃんたちがね、早う寝てくれたらいいんやけど、今日も8時半まで寝ておりましたからね、夜が怖いというね、ことです。もし何か質問あったら遠慮なくしてください。このライブ配信中が一番私個人的にも楽ですので、答えるのね。ちょっと光のあれがあれやけど。よいしょ。でも花とかもこういう形があって、で影になってますっていうのがまず大前提としてあるわけですよね。でそこから、花の、穴があるとか、2の次3の次なんですよね。でその辺がですね、この絵の難しさやと思いますので、この写真を元に描く時の難しさ、特にこの、方の場合は特に難しい。ねえ。で、鉛筆の腹で、ある程度こう大きくこう捉えながら作っていって、面取りというね、面を取っていくという、作業をしながら、稜線と呼ばれるところにはちょっと濃いめにこういう書いていきながら、笹葉さんもおはようございます。ね、もし質問があれば遠慮なくしてください。光がね、これ難しいんですよね。笹葉さんのね、素敵な、色鉛筆の絵でしたね。昨日のうちにちょっと鬼高評価全部取れたので、よしと思ってですね、やったと思ってやりたいことを土日できるぞと。ほぼちびと遊ぶんですけど、そうだ、言わんといかんこと、大事なこと忘れてたね。初めに言わんといかんかった忘れてた。最悪やな。大事なこと。本日です。本日、23日、18時から、23時59分、59分まで、に、ペインターウィサットマーク、
gmail.com まで。勝手に公募展、すみません、今日です。昨日結構来てました今日です。点の待っておりますので、一応お忘れなくというか、一応どこかに書いとかんとなと思ったんですけど、本日でございますので、ちょっと注意してください。置く場所がないということで、本日映らんね。どうしようかな。映らんね。よいしょ。勝手に公募展の方ですね、応募をお待ちしておりますので、ちょっとこれを言わんといかんから今日放送してたのにもう完全に忘れてました。こちらですね。ぜひぜひ、たくさんの参加をお待ちしております。年末27、28、29あたりを目指して編集ができたらなと思います。それ相応に、あれはね、編集が楽しいですけど、大変なので時間だけは守ってください。よいしょ。あれライブだ、久々にウグキャットさん。土曜日ね、定例ですよ。定例で一応やってます。もしなんかこれに関しても質問あれば、過去に、公募展など出したものでもいいですよということを伝えてあります。その辺は結構緩いですのでゆるーくやってますので、もうゆるいのが一番です。なんかすごいおじいちゃんになってきたね。やばいね。なんかすごいおじいちゃんに見えてきたね。ウグキャットさんももう個展が近いですね。すごいですね。1ヶ月の個展なんて考えただけで僕はゾッとするな。なんかメール見たら、あれはなんか音楽のセッションみたいななんかがあるんですか？なんか、明日か明後日に多分公開やと思いますけど、なんか音楽のセッションかなんかがあるんですかね。本日の23時から、こちらですね、勝手に公募展の応募しております。本日23日。双葉さんもこんばんは。ウッド双葉さんの絵もね、いいですね。ウッド双葉さんの絵と、永井あずみさんの絵はなんか本当にいつもすごいなと思いますよね。今回永井あずみさんのが最後の方に出てくるので29日かなんかやと思うんですけど、めちゃくちゃ良かったです。よいしょ。レセプションはコンサートもやります。はい、目がぐるぐるですとあれだけの予定詰め込んでたら、なんかね、すげえなと思いながら見てました。僕はやりたくないなと。でもなんかこの間も名古屋でですね、ギャラリートークという名の元のクロッキーでしたけど、名古屋の皆さんありがとうございました。本日まで個展やってます。個展最終日何時か知りませんが、調べてインターネットで皆さんネットで何時までか、ちょっと早いことが多いので、気をつけてください。行かれる方ね、ちょっと早いことが多いですので、行かれる方は気をつけてください。よいしょ。おじいちゃんみたいになってきたね。若い人やのね。なんでこんなおじいちゃんに見えるのかな。やっぱりあれかな、上の方の部分の問題かね。今日までですので、ぜひですね、中部地方の方で行かれてない方、よかったら覗いてください。今日までやっております。油絵が31枚飾ってあったのでなかなかのボリューム感、狭い会場、狭いことはないですけど、画廊としてはね、平均よりちょっと大きいぐらいですけど、その中で31枚も飾ってますので、見応え自体は十分あるかなと思います。本店ほどではないけども、福岡よりは数は多く飾ってるかなと思います。よかったらですね、覗きに行ってください。ちょっと寒いからですね、ちょっとこれ一回しまっておきます。寒いから皆さんですね、風邪ひかぬように気をつけてください。よいしょ。
まあ古典ってね、もう結構大変なんですよね。でもまあ、古典が一番面白いですけどね、なんかいろいろグループ展やら何やらもちろんやってきましたけど、私個人的にはやっぱ古典が一番面白いし、まあ責任が一番いるので、やっぱね、人のせいにできないというかね、グループ展やったらね、なんかね、何々ちゃんすごいいいの出してたねとかって言ってね、責任回避できるとこありますけど、やっぱね、責任こう全部こう自分でこう、プロやったら取っていかんといかんなと思ってますんで、ゴロッとゴロッと、よいしょ。もし何か質問あったらしてくださいね。勝手に公募展でも何でもいいですよ。あと本当にありがとうございました。昨日今日で届いていってるのかなと思いますけど、メンバーシップの中のあれですね、スペシャルサポーターの皆さん本当にありがとうございました。まあどうしてもね、あの辺の作品は本当に作画動画として皆さんになんかこう、あれしているもので、これなんかもね、そういうふうに、古典とかでは発表するものではないので皆さんの勉強のために作っている動画、わあ、こうだ。もうでっかい声出しますよ、うるさいですよ。よく怪獣くんと言われますけど、恐竜ですからね。あ、名古屋では小磯良平風に、西田さんね、大谷さん楽しかったですと、ありがとうございました。あとね、懇親会も楽しかったですよね。もう懇親会も名古屋飯のね、なんか、フルコースで、名古屋飯フルコースの料理屋でありがとうございました。今日はまだあれかな、年末の忙しい時期にお仕事されてるか、コージ N さんが幹事長代理してくれてですね、なんか若者の店かな感じぐらいのなんかこう、もう名古屋飯フルコースでしたもんね。やっぱ味噌系のあれはすごいですね。もうなかなか地元の人もあんま食べへんっていうぐらい濃厚なね、あれでしたもんね。で、鉛筆の腹を使って書いていってます。ぜひぜひとは言われてますけどね、3年後やれるかどうか微妙なラインにいますけどね。一層目というか形を造形的にこうね、面で捉えながら一層目を作っていきました。で、光がね、ふわーっと柔らかく当たってるから、こう本当陰影つけんの、陰影っていうか立体感出すの難しいですね、これね。児童画廊さんでは福岡会場が一番小さい。漢字としては一番小さく感じたかな。なんかいや、名古屋のところが、正方形に近い形なんで、あそこが、正方形に近い形で、ちょっと広く見えるかなと。引きがあるからですね。なんかそんな感じはしました。面積的には多分福岡とそんな変わらんとは言ってましたけど、圧倒的に大きいのはもちろん東京ですよね。銀座が画廊の中でも多分一番大きいんちゃうかな、日本で。画廊さんとしては一番で、こすっていってます。ちょっとこするときに稜線とかを、残しつつですね、痛いって言ってます。で、なんかタッチの方向に対してちょっとこう反対側にこするとかですね。よいしょ。で、少し稜線を残しつつこすっていくと。よいしょ。ね、こうなったらボワーっとなってね、恐ろしいこうなんかね感じしますけど、どうしようって思うかもしれませんけど、ここからもう一回ちゃんとこう鉛筆の腹とかを使って、で少しずつ鉛筆のこう角度を立てていく感じなんですね。でずーっと腹で描いていくわけじゃなくて、少しずつ角度を立てたりとかしながら、この描き方に関しては結構反対される方もいるんですけど、僕はなんかこうやっぱりまずこう陰影作って立体感作ってみたいな感じで描いていくということをやっています。もっと常に立てて描くべきだという人もいます。よいしょ。クロワッサン面白いです。クロワッサンって何？
先生の対面でのアドバイスは心に響き、クロワッサンではなくクロッキーとデッサン頑張り、クロワッサンで、クロワッサンって、そういうことか。デッサンとクロッキーの間ね。ね、菅沼さんもね、本当にお会いできて、もこ菅沼さん。なんでもこなんかな。ねえ、なんか楽しかったですね。男性3人、女性何人っていうね、感じで、あれでしたね。なんか男性の方々はみんな、初めて会うけど、すぐこう打ち解けてましたね。なんか年代がね、60前後ぐらいの、60中盤から70ぐらいまでの感じだったっけな。ほんとすぐ打ち解けますよね。3B、6B ぐらいでいきましょうね。もっと濃厚にね。すぐこう男性、女性もね、打ち解けていく。ちょっとピンと合ってるかな。打ち解けていくなと思って見てました。日本人のなんかね、男性みたいですね。これだから難しいんですよね。また稜線と呼ばれるところとかを注目しながら、でもなんかね、こう教室とか通うと毎週こうあって、それはそれでいいんですけど、毎週とかね、たまに会うからいいんですよ。たまに会うからいいんですよ。なんかね、たまにおじさんを見かけるぐらいの方がいいですよ。うるさいからね、こんなんね。毎日やったらしんどいでしょ。めんどくさいでしょ。それが一番ですよ。よいしょ。まずこう造形を作っていく。まずね、彫りが深いですもんね。でちょっとずつ角度をつけながら決めるところとかは決めながらですね。これがとても苦手です。ねえ、名古屋多分行くとしても3年後でしょうね。まあね、なんかフラッと遊びに行くという感じではわかんないですよ。なんかね、岐阜ぐらいまでやったら逆にね行くかもしれないですよね。岐阜のね、白川郷とかでもね、人多いでしょ、ああいう世界遺産今ね。名古屋城も多かった。書き出した時は、ライブ配信で書き出した時は少なかったんですよ。ここええやん、全然人おらんやんと思ってたら、どんどん増えてきたということでね。あとお土産もありがとうございました。画廊の人がですね、いただいた方の名前全部書いてあったです。素晴らしかった。あんまり過去ない、過去ないぐらい全部こう名前書いてあったから、そこがね、僕の悪いところで、名前を誰やったかなとかいつも言うてるんですけど、名前まで書いてあったからですね、皆さんからこれもらいましたよとかっていうのがすごくわかりやすかったです。よいしょ。あけみんさんもおはようございますと。正面向いてる形のちょっとざらついてるような感じ、立体感、なかなか写真だけ、で描いてたりすると、もうこういうのは本当にクロワッサンとかをだいぶやってきたからできることなんやろうなと、ふとこういうのはやりながら思いますよね。クロッキーとデッサンの間ぐらい。三流ナモさんが今週送ってきてたのはクロッキーだったんですけど、いろんな種類があって、すごい勉強されてはるなという感じしましたよ。ドジャースですね、山本君もね、ドジャースになりましたね。でも仲いいんじゃないですか。やっぱ野茂英雄君が、野茂英雄選手が、メジャーに初めて行った時はドジャースで、ラソーダ監督って言ってね、当時はもう日本人みんな冷たかったね。今もね、めっちゃ冷たい時、アホみたいに冷たいけどね、もう向こう行って活躍できるわけないわってめちゃくちゃ言うてたくせにね、活躍しだすとコロッと変わるんですよね。ああいうのね、プライド持ってほしいですよね。僕は常にそういう挑戦者に対しては頑張れ頑張れっていうタイプの人間なんで、
そういうのを否定的に言うことなんかまずないですけど、なんか本当にこう野茂英雄が近鉄からもう近鉄球団っていうのは当時めちゃくちゃこう金がなくてボロボロでね有名なね藤寺球場っていうところでめちゃくちゃ汚くてボロボロで待遇も悪くて、もうやってられへんわちゅうことで、外行きたいと言うても契約の問題があってなかなかこう行けへんという時に野茂英雄選手はもう野球嫌いになった言うて、新庄やったっけ、それどっちやったっけ、とにかくやめますわちゅってやめたんですよ。でそこからやめた後にメジャーリーグのドジャースというところが契約して、でそこからですよ、次イチローが行ってとかね、その前にイラブやったっけな、行ってとかっていう風になっていくんですけど、その当時はもう本当にこんな日本人が活躍できるわけないやろとかって日本球界のね人たちみんな言ってたしね。それなのにもうカラッとこう変わるもんね。ああいうのやめてほしいよね大谷翔平君の時もそうね、二刀流なんか絶対誰もできるかってみんな言ってて、あの時ね落合誰やったっけ、若いんやからやりたいことやればいいやんかっていう人がちょろちょろっとおるんですけど、ほとんどがノーでしたもんね。でメジャー行った時もね、皆さんメジャーリーグのあれもね、でそれでドジャースで秀夫野茂ブームが来ると新人王なりですね。トルネード、おはようございます。何の話やってまた野球の話始まったらね、バーッと引いていくというねバーッと引いていきますもんね。バーッと野球の話始めたぞと。僕はこれ中学生ぐらいやったかな、野茂英雄が行った時いくつぐらいやったかな、高校生か、もうちょっと後かな。要は僕が中学生の時に入団してやったかな、新日鉄栄かなんかからね。よいしょ。でこすっていきました。でちょっと稜線とかを本当にだからこう斜め上のこう前の方から当たるような感じみたいな感じですね。よいしょ。で少し、形が見えにくくなってきているので、形みたいなのを少し、取っていこうかなと思います。よいしょ。よいしょ。鉛筆を少し立てて、形をぐっとこう決めるような仕事を、もうこれ 6B です。今日は結構濃い鉛筆を中心に描いていこうと思っています。で少し濃い鉛筆で、形をちょっと決めるところとかを少しこう決めて、いってます。目とかね。急に全部グッと描くんじゃなくて、全体を見ながらですね。青い目ですね。画家さんの収入は個展して売ることで得られるんですか？それも僕はもちろんありますよ。売れないとね、いくつかパターンあるんですけど、こう買い取り画廊という要は書いた分だけもうお金をくれると、全部こう買い取りますせっていう画商さん、それはどっちかというと日本画商さんに多い、日本画を扱う画商さんに多いと思うんで、洋画商は今あんま聞かないですけど、昔はありましたけど、ありました。で僕なんかは例えば何%ぐらい売れたらということで、いただけるという形です。その動画もね確か上げてると思いますよ。お金についてっていうね、2年ぐらい前に上げて、
ビャーっとこう、やっぱ視聴、皆さんお金好きやから、視聴回数伸びたんですけど、まあ、何パーセントとか、まあ、額縁とか僕なんかはつけてもろたりとか、するわけですよね。あと、配送も、画廊さんが取りに来てくれたりする、わざわざですね。もう、我が家まで。だから大きい作品とか今やったらもう送るの大変じゃないですか。梱包とかもするのもう大変やし、めんどくさいしさ。っていうのとかをやってくれたり、あとはやっぱりこう会場ですね。会場が、やっぱ僕は本物をちゃんと展示して、ですね。やっぱりこう、まあ、インターネットとかでも販売しようと思ったらできますけど、基本的には本物をちゃんと見てもらうということをしたいと思って、そういう会場ですね。で展示してます。野茂のトルネードは本当こちらで日本野球に対して意識変わりましたね。もうね、フォークボールがね、もう今でいうスプリットですけどもね、あの時はね。で、あれが良かったですね。キャッチャーがなんていうかマイク・ピアザかっていうねキャッチャーで、この間かな、いつやったっけ、日米野球のイタリアの監督かなんかしてましたもんね。ピアザ監督しとるやんと思ってね。そう嬉しいですよね。で何よりもなんかそれでこう、まあイチローが今度は活躍して、ピッチャーで野茂が行って、もうピッチャーはいけると。で今度はイチローが行って、足の速いタイプのアベレージヒッターはいけるという感じになって、でホームランバッターとして行った松井がそこまでホームランは打てへんでね、中距離バッターとしてそれでもこう超名門ねヤンキースで、4番を打ったりとかもしてですね、いうことなんですけど、何よりもその後の大谷君がえげつないですよね。大谷君はホームラン王は取るわ、 MVP もね満票ですからね。さすがの落合さんもねビビってましたね。嬉しそうにしてましたね、 YouTube の中で目かきましたね。まだなんか気持ち悪いなんか感じがしますけどね。だからサッカーとかもねそうですけど、特に野球のパワーでまさか勝てるなんて言ってね、ホームランを取れるなんて言って、まあ松井って無理やったら無理やろとみんな誰しも思ったですけど、それを何年後かにね覆す、すごいですよね。そして山本君もね契約が400億ぐらいという本当にっていうね、12年契約ね、昨日出てたニュースの話ですけど、12年契約で400億やから年俸30億。今多分日本で一番高い選手って7億ぐらいだと思いますけどね。すごいですよね。25歳ですもんね。ごめんなさい、野球の話だらだらと。ちびちゃんたちの声が賑やかですと。皆さん届きました？赤坂さんのとこも届いたかね。東京の方はまだ届いてないから。で、練り消しなんかはうまいこと使って、例えばこうもう少しこう柔らかい稜線かなと思ったらこういうので、はいはい、いやうるさいでしょ。少しこう叩くように、消すというより叩くようにですね、こういうのね。でもう輪郭線ぼちぼち、一回出してみましょうか。よいしょ。でこういう僕はモノとかの消しゴムのこういうところとかを使ってピュー、まあカチッと輪郭してしまうんですけど、とりあえずね一回ねカチッとねピュー、うわーこの野郎、ブワー、よいしょ。ちょっと輪郭線を少しこう決めましたね。ごめんなさい、映ってないね。
で、こう、やっぱり造形を作ることと書き込むことを少し同時にしながら、立体的な、立体感みたいなのも同時にしながらですね。で、細かいこう面積をこするとかってなってきたときは、擦筆というものを使って。メガネはね、途中で描くんですけど、もうちょっと経ってから描きます。どの辺かちょっとタイミングを見計らってます、今。急には描かないで。で、一応こう、下書きはしてあるので、うっすらとなんか凹んでる線が見えるので、よいしょ。ね、難しいところは、この、ね、オレンジ色のような、こう、髪の毛のこう、あれとかもなかなか難しいですよね。よいしょ。ザクザクと、濃い鉛筆 3B とか 4B とかを中心にこう、男性なんか特にね、もうザクザクいってやろうかなと。こういうところとかは少しこすってみたりとかして、稜線と反射光みたいなところも少しこすってみたりとかして、なかなかこう見えてこない稜線と反射光みたいなのを探しながら描いていかんといけないから、このモデルさんは難しいよという光の設定がですね。だから僕はもうこういうの自分でね、写真撮ったりするときはある程度そういうこう光の設定とかを描きやすいというか、描ける絵にできるような位置に持ってったりしますよね、もちろんね。ニューヨークもぜひ誰かウコキャットさんお友達で素敵なモデルさんがいたらスウェーデンの次はなんかニューヨークはね、もう人種のるつぼ的にいろんな人がいるんじゃないですか。アジア圏の人やらね、いろいろアフリカ系の人やら何やらいて、なんか絵に描くには面白そうな人多そうな気するんですけどね。よいしょ。で、こすりすぎずに、ですね。で、まだこう土台作ってってますけど、ある程度土台が少しずつできてきてますもんね。うわ、ケイコさん、ありがとうございました。クリスマス、ケーキのいただいたよ。ありがとう。なんかですね、クリスマス、スウェーデンの方からですね、ユウさんのは、ちゃんとクリスマスに開けますのでね、スウェーデンの、なんか、お菓子作りセットみたいなのが届いたんで、明日はそれをやると。今日はなんかお兄ちゃんがたこ焼きをなぜか作りたいっていうので、うわ、ありがとうございます。ケイコさん、ありがとうございました。ケイコさんのごめんなさいね、高評会ね、一番最後です。ごめんなさい。もうたまたまですけど、ただ、ケイコさんの、今までで僕一番良かったと思いますよ、ゆずの絵ね。非常にいい絵だったんで、うわーと。その前に出てきた、あの方が、ちょっともっと、なんかインパクトがちょっと強いのであれですけど、すごい良かったですよ。よいしょ。もう本当適当に選んでるというと変ですけど、今回は確かなんか前日から録画しようと思ったから、なるべく早く来たのからまずバーッとやってったんやったかな。でも前日はできず、やっぱ酒飲んでしまいできず、当日の昨日の朝4時半ぐらいから撮ってます。で結局5時半ぐらいまで、よいしょ。人種の数で世界一かもですと。さっぴのさつき汚れたら削るんです。そうですね。なんか意外と結構なんかダラダラとなんか使い続けてますけどね。なんか昔は削ったりしてましたけど、今なんかダラダラ使ってますね。その汚れたのを利用しながらなんかこう書いたりとかしてますね。なあ、もうこういうね、もう皆さんに支えられて楽しくこう YouTube もやってますよ。楽しいですよ。あとやっぱり皆さんとお会いできるね、個展なんかの機会は本当にこう、幸せやなと思いますよね。あとなんかみんなで飲みに行ったりね。2時間
2時間ポッキリのね、6時から、基本的には、ごめんなさい、羽ぼうき持ってくる。2時間の飲み放題コースなので、終わる時間が決まってるというのがいいですよね。終わる時間がね。よいしょ。わあ、ありがとうございます。杉本恵子さんもおはようございます。恵子さんお二人になりました。よいしょ。このぐらいでちょっとメガネとかを描いていこうかなと思いますけど、ちょっと固めの HB ぐらいがあればいいが、あまり鉛筆が僕はなぜかないんです。その謎はわからないですが、なぜかB があった。で、よいしょ。絵を描いて生活してるなんて一番憧れ。本当そうですね。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。よいしょ。ね、20何年もやってきて、古典もね、でもやっぱ古典って基本的には初古典が一番売れますよ。間違いなく。やっぱご祝儀的な、おめでとう的な、ありがとう的なのもあって、やっぱ初古典っては一番なんか売れる感じがします。やっぱあと次若い人が売れます。でも40代になってもある程度ね、皆さんに求めていただけるというのはありがたいですよね。よいしょ。柄の人にも言われますもん、そうやって。ここまで何度もこう続けてやってる絵描きさんは珍しいとごめんなさい、頭映ってへんだよね。ここにカメラあるんですよ。もう本当ここにあるんですよ。それにぶつからないようにしながら難しいカメラのスウェーデンの人やっぱおしゃれですよね。さすがですね。IKEA とかがね、あれですもんね。あとこや、見えへん。頭が打つ。書きにくい。めっちゃ書きにくい。なんかいろいろ動画やってますけど、デッサンが一番時間かかります。で、色鉛筆が一番かな。で、その次デッサンがやっぱりかかります。ごめんなさい、静かになります。よいしょ。よいしょ。今夜から勝手にこぼてんですね。審査大変でしょうが。いや、大変ですけど楽しいですよ。まず画像だけずっと見ていくんですよ。だから文章とか読まないでメールが来てて、その画像だけ見ていったら既読にならないんですよ。既読っていうかね、メールが開いたことにならないんで、とりあえず画像でって見ていって、で、そこから、これはちょっとあれかなとかっていうのを選んでいって、で、まずその、いまいちかなというやつから動画に撮っていくと。で、次は残った、まだ、未読状態のものからまた画像だけひたすら見ていって、ですね。っていうことを3、4回、4、5回やります。でもなんか楽しいですけどね。よいしょ。楽しみですね。赤坂さん、第何回チャンピオンでしたっけ？菅沼さんも第何回チャンピオンでしたっけね、今日見ていらっしゃる方、2人はいますよね。あとまだいましたっけ？私チャンピオンやとかって言ってくださいね。おじさん忘れっぽいので。よいしょ。よいしょ。ああいうテーマを作って書くってことで、やっぱり
いろんな自分の公募展とかに出すにしても、ある程度こうテーマとかを作る訓練にもなるんですよね。で結局何もなくこうね、ここの景色綺麗でしょう的な、僕も古典とかそういう絵出しますけど、公募展ではやっぱ難しいんですよ、ああいうのって。だからちょっとそういうテーマとかをつけて、皆さんにこうね、訓練じゃないけども、練習のために、ただなんかね、綺麗な風景描きましただけじゃ公募展とかってちょっと難しいですよっていう意味合いも込めて、ああいう風にやってます。そういう練習にもなると思いますので、それは、ね、公募展によっては自由なテーマとかは自由ですよっていう時は自由でいいんですけど、その時にね、なんかこう自分なりのテーマとかはやっぱつけた方がいいです。いやさん、北陸はドカ雪真っ最中は大変ですね。テレビ画面と同時進行で見ていますが、テレビ画面が詳細がよくわかりません。ちょっとよくわからんな意味がわからんなテレビ画面が詳細がわからないとはどういうことだ。よいしょ。テレビ画面の詳細がわからない。ちょっとよくわからないけど。よいしょ。ね、うわ、なんか、碇谷長介さんみたいになってきた。ちょっとね、碇谷長介さんみたい。ごめんなさいね、これ、多分そんなにね、あれでしょうけど、なんか、碇谷長介さんに見えてきているなと思って、ちょっとごめんなさいね。やっぱ画面を回転とかさせたり、でもこれ気がある、どうしてもね、こうメガネとかね、こういうのね、手前にこう引くような線のが楽なんですよ。横の線とかよりこう手前に引くとかっていう線の方が綺麗にもいきますしね。細かい鉛筆の動きとか濃淡などよく見えるという。テレビ画面はあんまりこう細かく、なんかね、動画ってこうライブ配信やってる最中から一回ですね、アップロードをして、よりこう詳細にまたこう作り直してくれるんですよ。で、後になって、例えばもう10時間とかかかりますけど、明日とかなったらまた綺麗な画像になってるということありますので、今はもしかして、画像が荒いということが皆さんあるかもしれませんけど、後々にアップロード し直すんですね。もう僕じゃなくて勝手に自動的に YouTube 側が。で、そうなったらまた画像綺麗になったりするのでですね、それをまた見てください。ね。結構だからアップロードしたライブ配信が終わったばっかりの時とか画像が荒かったりすることあるんですけど、そういう時間が経ったりすると、そういう風になったりするのでですね、皆さんね、ちょっとその辺はご容赦ください。一人で僕もやってますので、よいしょ。テレビ放送とちょっと違うんですよね。パソコンとかでこうやっててね。その辺はちょっとですね、あれ今日画像荒いなと思っても、なんか時間経ったりしてみたら、あれ良くなってるよとかっていうことあります。よいしょ。で、これぐらいちょっと下書きがある程度できたらちょっと濃いめに書いていってもええかなと思うんですけど、よいしょ。うわ、めっちゃ楽しそうや。いやー、これは大変や。よいしょ。硬いめの鉛筆が、あれちょっと見当たらん。あれない。すみません、ちょっと探しますね。よいしょ。ない。鉛筆がやっぱ
鉛筆がすぐなくなる問題。もうこれ色鉛筆やね。色鉛筆使うとちょっとこう画面から色が外れそうな気しますよね。ギリギリセーフか。ね、こういうところはもうめちゃくちゃ慎重にいってます。さすが IKEA を生んだ国。うわ、うるさい。大変ですよね。よいしょ。まあ、色鉛筆の、黒使ってますけどね。本当はこう、ステッドラーのめっちゃ黒。うるさ。うるさ。ステッドラーのめっちゃ黒いみたいな鉛筆があるかな思ったんですけど。あら、横浜のMさんももういつもすみません。今度は私からプレゼントですと。いや、もうすみません、もう皆さん。おーい。美味しいもん食べ行こうぜ。美味しいもん、もうたこ焼きですけどね、今日はね。ありがとう。ね、今年は M さんとね、楽しかったですね。横浜でライブペイントでもお会いできて、あとはね、白馬も楽しかったですね。よいしょ、白馬2回ですもんね。白馬2回と。来年も4月やるのかなやるのかなとか言いながら先の予定をあまり決めたくない人種なんで。よいしょ。でもリンゴまで送ってこられたからな、宿から信州リンゴを送ってこられたから、これはいかんといかんなって感じですけどね。よいしょ。もしなんか質問あったらしてください。すみません、本当ありがとうございます。クリスマスもね、皆さんね、うちはもう前借りしたんで、お兄ちゃんがもうどうしてもガッチャードというやつのおもちゃが欲しいとかギャー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 叫びやがったから、もう甘々のお父ちゃんはガッチャードのおもちゃを買ってあげて、もうそれで前借りやでっていうことで、お父ちゃんはサンタさんと友達やからちょっと電話したんですよ。でちゃんと電話してるね、電話してごめんなサンタさん、ちょっとうちだけ前借りしてくれへんって言うて、アマゾンというものに届けてもらいましたが、昨日そのことをお兄ちゃんに言うたら、幼稚園の先生にその件言うたら、幼稚園の先生は、サンタさんの前借りはできないはずだよと、ややこしいことを言うたそうです。ややこしいこと言われました。だからまだ何かが来るみたいなことを、昨日言うてました。すみません、メガネを描くのちょっと時間かかってますけど、ぐっとこうね引き締める瞬間に、でここでもうある程度こうしっかりと濃い、鉛筆を置いてみたらですねたこ焼きおいしそう。通り雨さんありがとうございます。達筆についていた紙やすりの謎が、紙やすりでやるんですか。すみません、僕ちょっと知らなかったですけど、私たち学生時代はなんかもう20年以上前やから、もうただ達筆だけで売ってたんで、今はその紙やすり付きで売ってるんですか。ごめんなさいね。紙やすりで磨くんですか。なんか僕はカッターで適当に削ったりしてましたけどね。すみません。よいしょ。よいしょ。まあこんな感じですよ。メガネなんかほんとめちゃくちゃ慎重にめちゃくちゃ慎重にこう描いていくと、なんか親方が引退した後みたいなこう日本語翻訳せんほうがええななんかね、親方の引退した後の親方みたいな感じになってきたねごめんねスウェーデンの人ごめんね、怒らんでね。親方って何とかって言ってね、ひなさんに聞いてたら困りますわね。親方って何ですか。よいしょ。
1時間ほどですね、今ね。やっぱデッサンはやっぱ時間かかります。そして集中力もいります。そしていいものをなるべく作りたいと。うるさね、これの黒さと同じぐらいのちょっと黒をですね、やっぱりこう置いてあげやんと持たないので、花のほんと一部とかにもちょっと置いてあげたりとかして、完全に親方やな、やばいな。おしゃれさゼロやね。頑張らんとね、親方を脱出せんと、この方に怒られますわね。いぬっちさん、おはようございます。幼稚園の先生も余計なこと言いますな。まあね、多分友達のとかに言うてたんでしょう。ちょっと友達があれじゃないですか。そんな前借りなんかできないやとかって言うたんじゃないですか。ね、それは僕が悪いんですからね。幼稚園の先生は一つも悪くない。私が悪い。でも髪の毛なんかもね、こうやってこう鉛筆の腹で描いた。あれ。ジャングルさんが届けてくれました。で、まあこういうところも本当にこう何にも書かないわけじゃなくて、ちょっとね微妙にこう稜線とか反射光とかをこううまくこう書いてあげたりとかしてですね。わかんね、まだ親方感とあれが抜けへんね。親方感と怒りや長介さん感が抜けへんね。困ったもんやね。長介さん感が抜けへんね。毛量の問題かな。なんやろね。長介さん感が。誰怒りや長介ってね、スウェーデンの人に言われるかな。ジャパニーズコメディスター、ムービースター、よいしょ。踊る大捜査線。全然わからんですね。用事のため途中退席しますと。いいですよ。という感じでですね、髪の毛なんかもこうちょっとねできてきた。まあアメリカの方なんかもう眠うてしゃあないでしょ。何時か知らんけどね、ちょっとマシになってきましたね。で少しずつ、ずっとある程度柔らかい鉛筆で描いてましたけど、ちょっと硬め、もう今回の硬いのは B ぐらいがマックスかなと思いますので、B ぐらいで少しこう線とかを入れながら微妙な調子とかを描いていこうかなと思います。F とかがあれば、うるさい。うるさい。今日は特別うるさいですね。特別うるさいですね。まあ外は寒いですもんね。もうほんと困りましたね。で少しこう立てながらタッチを少しこう複雑に入れながら、まあ、いつもこう、鬼好評とかで鉛筆デッサン送ってこられる方にはこうやって書いたりしてるんですけどね。でちょっと濃くなりすぎたなと思ったらまた消しゴムでこう叩いてあげたり、こう微妙な調子をですね、出していったりとかしています。よいしょ。これちょっと送られてきた写真に関してはこちらの腕が結構手前にギューッと出てきてたので、かなり太く写っていたと思います。その辺はやっぱりこう皆さんですね、ちょっと写真やから太く写ってるなとかっていうのは注意しながらですねやられたらいいんじゃないかなと思います。よいしょ。もしコメントとかしたことない方、トムさん、今除雪終わり途中から拝見できました。よかったよかった。除雪してましたか。どちらの地方なんやろね。もしコメントとかしたことない方も遠慮なくしてくださいね。もうね除雪とか大変ですね。よいしょ。もう毎日のようにねそれがまたお仕事になっていくわけですもんね。大変ですね。よ
よいしょ。もうちょっとこうやっぱり硬い鉛筆どうしてもこのおでこのとこ使わんといかんですね。微妙なトーン。これ 3H か 4H です。まあこう横の線もうほとんど見えてないですよね。ごめんなさいね。でもまあ一様にこう皆さんからはもう本当にこう、本物の絵とかを見たら全然違うわとかですね。あとは画廊に初めて来たという方も結構 いたですよね。今回東京も含め名古屋ですね。全然遠慮なく行かれてください。画廊の人も喜びますよ。いろんな画廊。もう本当に。まあ見るだけですとかって言わん方がいいですよ。やっぱね。覗かしてくださいぐらいの感じですね。見るだけですとか言わんようにね。なんかね。洋服館に行って見るだけですって言う人いないでしょ。ね。万が一すごいもうどうしてもこれ欲しいって絵に出会うかもしれませんのでですね、ぜひぜひこうそういうの積極的にね行かれて、まあ無料は無料なので遠慮なくねどんどん行って、まあ作家さんとかとね軽めにねあんまりこう長居しすぎないようにしてあげてください。もし買わない場合、特にね買う場合はね長いこといてもある程度いいとは思うんですけどね。作家さん疲れますから、期待してしまいますから、もしかしてこのお客さんね、よいしょ。H ちょっと H も使ってみようかな。で少しこう鉛筆を立てながら、微妙な調子とかを探しながら、造形的には出来上がってきたので、ここからは少しずつこう微妙な調子を、まだちょっと怒りや長介さん感が抜けないのはなぜか自分でもわからないですけど、怒りや長介さんを少し頑張って抜いていきたいなと思いながらね、相撲を引退した親方感もちょっと抜けないので、タッチもやっぱりですね、いろんな方向にですね、まあ、紙とかを回転させながら書くのもありですよ。訂正しないで形を決められるのが当然ながら羨ましいです。これ転写してます、形。これはやっぱりね、この方をある程度あれせんといかんから、転写してますよ。ドリドリママさん、安心して、ドリドリママさん楽しかったですね。ね、こういう、ごめんなさいね。ずるいかもしれませんけど、楽しかったですね。名古屋ではもう皆さんとね。もう、ドリドリママさんもイメージ通り、も素敵な方、もう素敵な方でしたよ。でお友達もね一緒にですね、ありがとうございました。楽しかったですね。結構こう三重とかですね、岐阜とか関西圏からも来てくださって、奈良とか、和歌山、兵庫県、結構そう関西圏も滋賀多かったですよね。皆さん本物やって言うのやめましょうね。言うてもいいんですけど、動いてるとかです。テレビと一緒やってめっちゃ言われるんですけど、それは、動きますよ。僕も一応人間やからね。おもろいからいいんですけどね。本物やとかって言われて、本物ですとか言うてですね、皆さん動いてるのがよっぽど珍しいのか、おじさんは単なるおじさんですのでですね、いいんですよ、言っていただいてもね、おもろかったから。古典するたびにそれ言われますけどね、皆さんびっくりするんですよね。動いてるって。そう動きますよ。人間ですからね。そのままですねって言われますね。よいしょ。プレミアム公開朝5時です。皆さん無理しないでください。みちみちさんがね、めっちゃ頑張って、もうみちみちさんです。全部。もうサムネ、編集、撮影、みちみちさん。ですので、皆さん無理しないでください。僕もちょっと、動画自体が長かったので、皆さんね、動画自体長かった。今日みちみちさん寝てはるんちゃう？いろいろ、もう頑張ってやりはったから。
ね、今日いないですもんね。せっかくやったらね、みちみちさんの頑張ったあれをみんなで見るっていうのもありかなと。僕も多分見れないと思いますけど、寝てるか、多分もう30日とか寝てまいりますので、顔がだんだんとできていく過程見れて解説付きなんて夢のようです。ありがとうございます。コージェーヌさん、おはようございます。ありがとうございました。会話、ほとんど覚えてなくて。いや、僕も覚えてないですよ。当然じゃないですか、そんな。でも楽しかったなっていうことだけは覚えてますよ。エビフライに金箔が乗っていたというのももちろん覚えています。エビフライの衣が硬いというのと、味噌が、味噌おでんの味噌が思ってるよりも、黒いなっていうのも覚えてます。思ってるより黒いな。よいしょ。でも微妙なハイトーンの中でも、少し色をつけながら、おでこのシワ入れた方がいいかな。迷うとこですね。怒りや長介感が増してしまうかもしれないので、ちょっとその辺は慎重にしながら、結構若い方やと思うんですけど、大阪もね、11月の末かなんかやったと思うんですけどね、やりましょうよね、またね。もう本当に、三流ナモさんがやったかな。E0 をわざわざ画廊まで運んどいてくれたんで、ありがとうございました。本当すみません。ああいう感じやったらね、今度こそコンテ持ってきますけどね。またクロッキーできますもんね。クロッキー面白いでしょ。あれコントやったらもっとかっこよくできますよ。もう言い訳今からしておきますけど、若干ハーフトーンがやっぱ映ってないな。こうですね。ちょっと落ちている。落ちてましたね。みちみちさんありがとうございました。もう本当にね。編集ありがとうございました。もう3日間ね、横浜来られて、結局でも横浜からわざわざ横浜のマリノスファンの人で、名古屋まで来た人一人いましたもんね。びっくりしましたよ。あれでファンになったって言って、本当ですかみたいな。よいしょ。朝6時とかね、みちみさん来てたんですよ。朝6時とか6時半からやると言ってねそれで手伝ってくれたからめっちゃ助かりましたよ。本当初めのね初日はもう皆さん本当にこのおっさん6時間で書けんのかみたいな感じだったけど、もう途中からうわーっていう感じになって、もう最後の方はなんかね信頼しきってましたもんね。僕もなんか初めの1枚目が終わるまではすごい不安でしたもんね。久しぶりになんか終わった後、京浜急行で爆睡しましたもんね。電車でもうなんか記憶がないぐらい寝て、羽田に着いた時にはもうくたーっとしてましたもんね。今年一番疲れた仕事です。あれシュ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 。黄昏の大工さん、いつも勉強になりますと。仕事休み、寒いから休みになりました。私も同じフリーランスなんで、いいですね。フリーランスいいですよね。フリーランスの一番てっぺんにいる人はやっぱ大門みち子先生ですよね。誰やねんっていうね。天才外科医大門みち子先生ですよね。憧れの。だから全然質問してくださいね。あと、20分もすればある程度終わりますので、だいぶ出来上がってきたかなと思いますし、ここからも微妙な調子とかをつけながら鉛筆をだいぶ立てて、今書いてきてます。鉛筆を立てて。だいぶ怒り屋さん感がなくなってきて、親方さん感がもう少し弱くなってきたかなと思いながら、鉛筆のね、線とか微妙なトーンとかをつけながら、
書いたり、またこう練り消しでね、こう線をちょっと複雑にしたりですね、していってます。もしなんかほんと質問あったら遠慮なくしてください。よいしょ。ちょっと拡大しましょうか。ね、こっちか。もうありがとうございました。もう今日もね、M さんとね、恵子さんありがとうございました。もう子供たちと妻に渡しておきます。僕はもうね、あれなんで楽しい名古屋のあれでしたので散々飲ましてもらったのでですね、子供たちをね、面倒見てくれた。お正月ちょっと本当にあれやな、義理のお母さんいつも来てもうたりしてたんですよね、僕が出張の間とかね。ちょっとなんか義理のお母さんになんかあれやな、皆さんからのあれで、よいしょよいしょ、いつもね面倒、さすがにねちび2人でね大変なんですよ本当に。まあ B です。あんな調子でしょ、ギャー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 ワー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 言うてますでしょ。動画とか結構こうデッサンの動画とかする際、こう最後のこの仕事、微妙な仕事ってあまりこう変化がないから載せてないんですよ。本当こう実は微妙なこう書き込みとかを結構しているんですね。だから今日はちょっとその辺もお見せしてですね、いこうかなと思います。ぜひぜひもうコメント、初めての人とか転写なし、転写なしでも書けはしますけどね、なんかもうとにかくこの人わざわざねモデルしてくれたのにね、全然ちゃうやんけってなったら申し訳ないし、お会いしたこともないからですね。だから一応形だけは転写しといたんで、一応多分輪郭は合ってるはずですよということを言うために一応転写しておきました。よいしょ。ピューとピューと。結構ねぐーっと黒とか置いてもね、この辺とかね、このこうネックレスをね、野球選手のネックレスってあれかっこいいと思います？もう1ミリも思わんねんけどねえ、なんか若い選手とかがなんかネックレスとかしてるのはやめてほしいんやけど、僕だけかな。なんかなんであんなあれをしたがるんやろね、じゃらじゃらとね。よいしょ。この方は似合ってるなと思って今そんなこと言いましたよ。僕はもうなんかそういうのダメなんで、時計はあれですけど必ずしますけど、ああいうのつけれないですよね。中学生ぐらいの時なんかつけたような記憶あるけど、それ以来ダメで。よいしょ。これ色鉛筆やと思います。色鉛筆ファーバーカステルのなんか399、黒ですね。消えないのでですね、こういうのはちょっと注意しないと、書いた後に消そうと思っても消えないので、ちょっと注意が必要です。この辺ちょっとネックレスジャラジャラジャラ、この辺はいいかですね。でちょっとしっとりしたような黒を例えば、置いてみたりとか、線を置いてみたりとか。なんかこうライブ配信でやってほしいこととかありますか？ちょっとクロッキーは難しいですけど、なんか年末にかけて若干古典も落ち着いてるので、1回か2回できそうやったらやりたいなと思うので、3回か4回冬休みですね。なんかリクエストありますか？
コージエルさん、少し雪ですが。みちみちさん、ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。動画ちょっと長くな長いよ、あれ。90分撮って編集して65分ってどういうこと？カットしたの25分ってどういうことってねえ、僕は90分撮ってそれを15分ぐらいとかにいつもしてるんやけど、みちみちさんのやつは90分撮って編集したら65分って多いというね、ほとんど編集してへんやんけみたいな、カットしてないやんけみたいなね。でもいろいろみちみちさんなりのアプローチでこう言うてるので、こういうことしてますってとか、こういうのとか、3回も見てれば大体ねしっかりと解説もできてはるなと思って、当然全部は見てないですけど僕はね、すみません、もう本当に手の油がついたりこすったりするから、いつもこういうやつを引いたりとかしてます。ワンチンとかですね。よし、これでスウェーデンの人大体書けたわね。アフリカ系の人とかも書いてみたいな。誰かお友達いたら、誰かアフリカ系とかなんかわかんない。アフリカ系っていうのなんかね、思いっきり鉛筆をゴリゴリ乗せてみたいですもんね。よいしょ。アジア系やったら大体あれですけどね、フィリピンやらインドネシアとかね、あちらの方は書いてみたいと思いますよね。韓国とか中国やったら日本人とそんな変わらんからあれですけどね。もしお友達とかいたらぜひぜひ。ブラジルとかね、書いてみたいですね。男性でも女性でもいいんですけどね。という感じでこう書いていきました。どないでっか。90分ぐらいで書いた。どのぐらいだった ?120 分。うわー、まあまあ頑張ったね。なんか強い筆圧というわけではなくて、今結構軽めに HK でこうなんか強くやると光ったりするんですよね、鉛筆がね。だからちょっとこう軽めな感じで、筆圧を軽めにしながら、今日は本当にこうもう一度言いますけど、こう光が立体とかを捉えにくいけども、そういうのもちゃんと立体感を出すということをテーマに描いていきました。皆さんにとって難しいとは思いますけど、そういうこと大事ですよと思います。今鉛筆何を使って見えますか？今日ね、もう一回おさらいしようか。初めの方ね、6B とかね 3B とかを多分使ってます。 4B でもうほとんど最後多分1時間経ったぐらいから B と H とを使いました。おでこのところにね、確かね 2H か 3H 使ったと思う。こうハイトーンなとこね。で後半はもうこちらの BH2H。 おい誰？うわ、かっこいいのが来ましたよ。おい、おいで、おいで、ちょっと可愛いからおいで。めっちゃ可愛いんだけど。映ってない。めっちゃ可愛い。はい。ライダー来ましたよ、皆さん。ねえ、ライダーパンチ。下行っといて。もうすぐ終わるから。すごいやん、ベルトまでしてる。ほら、ベルトまでしてる。面白いよこの子。じゃあこの剣はパパが手作りです。パパのね、パパの手作りです。これお兄ちゃんの剣やで。これカン君じゃないで。じゃあ下行っといて。面白いでしょ。パパが作ったあれですよ。おもろいでしょ。1個作ったらもう確実に喧嘩になるから。もうすぐ終わるから、そこ閉めといて。お、偉い。初めてちゃうか。ほとんど閉めてくれない。
あ、ちゃうわ、ママ来てた。剣はパパが作りました。段ボールを切り張りしながらですね。2本当然作りました。2本。あと8分ぐらいで終わります。よかったら質問が最後あるんやったら遠慮なくしてください。かっこいい。V3。デッサンでモデルがアメリカ人男性またはハーフの女性はいかがですか？いいですね。ぜひぜひ、写真撮るとき、なるべくなんか、屋外とかで光が、コントラスト強いのって、何種類か、いろいろ送ってきてもらえると、助かります。携帯向こうやな。よかったら LINE をですね、ドリドリママさんと交換すればよかったですね。LINE でザーっと送ってもらってもいいです。もういろんなパターンで。室内でもいいんですけど、なんか陰影がある程度窓際とかでですね、いいじゃないですか。ぜひぜひ。LINE を交換すればよかったですね。よいしょ。よいしょ。ちょっと鼻の横の今思えば、練り消しがある。練り消しとこある。ちょっとここが暗すぎますね。ぜひぜひもし OK なら送ってくださいよね。YouTube に出てもいいですかって。こんな感じで書いてるおっちゃんです。今スウェーデンの人ブームが来てますけど、H とかで微妙な最後調子をつけながら、やっていってます。デッサンで柔らかい鉛筆ばっかり使ってたら硬い鉛筆使うタイミングで、鉛がうまく乗らなくて、なんかあんまりこすりすぎてもないですよ、僕結構で。そういうのもあると思いますよ。で、なんか優しく乗せてってます。なんでやろうね。なんでやろうねと言って。わからんが、なんでやろうね。こうやっておしゃべりしながら1時間半で書いてるというね、頭のいかれたおっさんですよね。そういういかれた人もね、世の中いるんやぞということでございました。皆さんありがとうございました。たこ焼きを作りたいと思います。タコ嫌いとか言い出すからね、チーズ入れるんですけどね。よいしょ。かっこいいと。兄ちゃんね。まだ誰か来た。どっちや。よいしょ。はいはい。どっち？トーくん？はい。おいでおいで。おいで。はい、鬼が来ました。鬼が来ましたよ、皆さん。鬼が来たぞ。可愛いんやから顔見せたら？あなた可愛いんやから顔見せたら？可愛いじゃない？かっこいいだそうですよ。ちょろ。あは。何？もうね、ぐちゃぐちゃしだしましたね。何やったの？絵描いてる。どう？いい？この人誰？わかんない。わかんない？イカリア長介って言うね。なんで？長さんって言うの。イカリア長さんって言うの。長さん知らない？ここメガネのここがうんですよ。知らない？嘘？知らない？トークは何が好きなの？バッタが好きなの？仮面ライダーが好きなの？仮面ライダー。青鬼が好きなの？でもあなた赤鬼つけてるよ。あなたのこれそれ赤い鬼じゃん。赤。どう見ても赤じゃん。赤鬼が好きなの？嘘。青鬼？面白いでしょ。大変ですよ。ねえ、でも大変でもね、おもろいもんはおもろいですよ。特に下で待っててくれへん？嫌だか。はっきり否定されましたね。ということでございまして、鬼さんこんにちは。鬼さんだ、かわいい。外しといた方がいいよ。かわいいって言ってるよ。かわいいって言うと怒るんですよ。まあいいよ。もう終わるから。
ということでございまして、ありがとうございました。あと、モデルしてくださったスウェーデンの方、だいぶ、もうちょっとこう生え際前にしておきましょうか。ね、せっかくやったらね、ちょっと生え際前にしておきますよ。これサービスですよ。ごめんなさいね。生え際をもうちょっと前にしておきますね。結構細かくネチネチ書いてはいるんで、ですね。ね。いっぱい喋るようになりましたよ。弟の方が喋るの早いですもんね。見てるとね。どうしたん？嘘。いいよ、おいでよ。おいでおいで。パパ言うてへんよ。もう最後やからええよって。結構こうね、線とか重ねて書いて、また消して、とかやってます。ええよ、おいでおいで。1時間30分。まあ、いろんなアクシデントというか邪魔も入りましたけど、1時間30分程度でございました。練り消しなどもうまく使いながらですね、書くというよりこう、ちょっとこう、ほうれい線も強すぎたな思ったらこうやって叩いて、押さえてあげたりすると、ちょっと長介さん感が弱くなってきたんじゃないかなと思ったりとかします。こんな塩梅でいかがでしょうか。1時間30分。これで一応ひなさんから送られてきたやつはすべて、まだ動画にはできてませんけど、これでクリアしたかなと思いますので、コンプリートということで、2023年の仕事は2023年のうちに終わらせたいところでしたので、また送ってきてほしいぐらいなんですけどね、ひなさんの方からね。もうあと皆さんからもね、こうネタがこんなことやってたら延々と尽きないという僕にとってはありがたい動画を作るのにありがたい状況ですのでですね、いろんな国の人を描きたいなというふうに思ったりとかしています。ということで、ちょっと髪の毛のね、奥に回っていくところはちょっと硬めの鉛筆とかを使って HK とか使ったりとかしながら、もちろんね、かけと言われたらまだまだかけますが、たこ焼きを作る時間が迫ってまいりましたので、今日はお昼はたこ焼きということでございます。ご視聴ありがとうございました。最後メガネのね、シュッシュッね、シュッシュッという感じで、おしゃれなメガネと、イカリア長介さん感が若干ございますが、ということでございました。本日もご視聴ありがとうございました。また夕方やら夜やらとか、お休みのね、期間できそうやったらば、やろうかなというふうに思いますので、いつやるかも全然決めてないんですけど、今届きました。東京が今やですね。メリークリスマス12月の23日。でさ、面白いですよ。ね。ちょっと強すぎましたんで、弱めます。ということで、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。以上で終わります。終了。栃木はまだです。ベネチア楽しみ。そうですか。ボンの出演、タコパ楽しんでくださいと。ありがとうございました。終了。終わり。